なんでこんな真面目な男がホストになろうと思ってんだろうっていう。なんなの？いや、単純に借金返さないといけないって。借金したんかい。はい。お恥ずかしい話なんですけど、2ヶ月前に下腹部包茎治療を受けてみたんですね。結構余ってますねとか言われて。俺の感覚だとですよ、社長はマジで人見る目ないんでお笑い芸人の発掘じゃないんで。いや、俺はこれは絶対に売れると思う。それはない。俺は不採用です。保留です。一旦保留しましょう。俺が初見を取るって言ったら取ります。最終決定する権利はさあるやろ。俺は初見は俺のわがままで取らせてくれよ。これが今の独裁者です。この子にそこまでは避けないで。中国の方ですか？そうです。はい。大家好，我叫孙，我今年是21岁，我的现在是大学生。独占市場を取れる可能性は正直ある。そうですね。このオーディションの最高傑作にもなりうるし、めちゃめちゃ共和音にもなりかねない。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。まず一人目、たくま。あの子合格。×です。×？売れそう。もちろん素質は見えました。素質は見えたんですけど、18なんできついですよね。18歳でこれからノンアルですね。ノンアルコールでやり続けるのはちょっと、僕も10代からやってるんで分かりますけど、10代ってしんどいし、今のうちのグループで戦っていくのはちょっとかわいそうですね。そうかな。だってうち未成年のやつ今一人もいないじゃん。一枠ぐらいあってもいいと思うよ、未成年枠。俺は絶対に取りたいわ。彼は俺取る価値があると思う。取る価値がある。正直そこまでの才能は見えないです。一定数レベルがある子を拾ってその子たちを伸ばす、でそこまでのレベルには達してない。まだ保留です。一旦保留しましょう。採用人数で考えます。議論が進まなくなるからね。雄大、野球部のやつは柏学のやつだ。あいつ採用でしょ。どう？三角だったのが一応丸にはなりましたけど。三角の理由何言うの？なんですかね。そんなに何も感じなかったですね。何も感じなかったけど、見た目はかっこいいじゃないですか。かっこいい。だから別に採用人数で率先して取る人間ではない気がする。落とす理由は特にないなっていう。落とす理由はないです。あとは柏学の寮生活してるのって結構でかい。俺の中で結構精神的に強くないといられない環境だったから、精神力がある程度あるとは思うよ。で丸？一応丸ですね。三角だったのが丸になりました。タクが盛り上がるイメージが全く湧かないけど、ビジュアルも別に悪くはないし、ビジュアルはローランのグループ感あったよね。一応じゃあ採用の方に置いとこう。プレミアリーグのリバプールの順位10年分言えるってやつか。全然刺さらなかったな。でそこ何なん特技リバプールの過去10年のさ、これも順位言えるって。リーグ戦のリバプールの順位だったら多分言われれば答えられるかなと。マジで？クロップになる前から好きだったってこと？そうですね。クロップの前誰だっけ？ジェラードでしたね。監督？はい。監督ジェラードやってたっけ？ジェラードやってないっしょ。やってないからすいません。今後もリバプールを応援していただきましょう。次は五十嵐さん。五十嵐は白ラーメンだ。白ラーメン屋。こいつめっちゃおもろかったですね。こいつマジおもろかった。ちょっと一発劇やってよ。いいですか？いきます。位置についてよい。ドミニカおかしいでしょ、そう言って笑ってよ。やっべえ、どうやってサイコパスかと思って。これ100万しか売られへんかったらこれ歌舞伎町ですかね。これ1年やってて、これってなんか原因あったんですか？自分に原因がありまして、ちょっと仕事中二郎ラーメンとか食いに行ったりしてやばい。仕事中に？そうですね。営業中ですね。何？いやちょっと二郎がめちゃめちゃ好きっていうのもあるんですけど
丸で丸なそういうやつ好きなの？いやあいつそれキャラやなって僕らそれで嫌いにならなかったんで僕は、ね、僕はそのエピソードを他の人が言ってたら何やってんお前ってなるじゃないですか。けどなんかあの子の場合は笑えたというか。そうなんだ。そもそもこいつさ7ヶ月ニートです。まあ1ヶ月は分かるよ、自分探してましたがやりたいこと。7ヶ月はやばい。大谷翔平ずっと見てたらしいからダメだよ本当に、働けよ。前の大阪で採用したニートとは何が違うんですか？あいつ紐だったけど、まずそもそも売れるポテンシャルあったのと、あいつは自己申告してきた、紐であること。経験者？はい、経験者です。経験者なんだ。今何してんの？今ニートというか紐というかそういう感じです。はい。紐してんの？はい。8ヶ月ぐらい。そうですね、8ヶ月ぐらい。まあそこら辺まで突き抜けてくれたら逆に話聞こうぜってなるけど、隠れニートはダメよ。そうです。自己申告してほしい、ちゃんと。次はゆうきさん。バツですね。バツ。2人とも。こうどういうホストになりたいですか？セルティアさんの牙城を崩したいと。でナンバー入れたらみたいな、書いてることで言ってること全然違うし。まあじゃあ彼じゃ魔王は倒せませんということで、はい、次はクオンさん。バツ。あ、これはもう僕ぶち切れましたね。ぶっちぎれた。これ酒強いって書いてるでしょ。質問の内容が違うものに対して同じものを書くのもできたいし、あとこれ勤務開始可能日、こいつ誕生日書いてるんですよ自分の。全然細かいところ見てないんですよ。そこは見落としてた。でしかもこれそういう着眼点なんだね。不採用。もう悲しいなって出た、ゆうさんの嫌いな負けず嫌い。負けず嫌いね。まあ彼は不採用という形で。不採用です。次はナイキ。足がナイキね。俺ら丸々。丸ですね。これはもう。いや、聞いたお母さんの話。やろうと思ってきっかけなんの？どうしてもお金が過ぎたかったってのがあって、というのが最近1ヶ月前ぐらいなんですけど、母親が詐欺にあって。マジ何の詐欺？ロマンス詐欺、投資とマジロマンス詐欺やってんの？いくらいかれたの？800。うわー、結構いかれたな。母親、片親で介護職やってるんで、育休取りじゃないんで、僕も奨学金借りて大学行ったりしたんで、それを返したい。ひどいな、それな。まずお母様のことを大事にしてて、やっぱね、親孝行さしたいなって思う、そういう気持ちにさせてくれた？普通にちゃんと面接官として見るんだとしたら、見た目もいいし、背も高いし、あとは会話のラリーがしっかり、字の頭がいいなと思ったね。会話に不快感が全くなかった。彼は結構売れると思いますね。パッとはしないよ、スター性はねえけど地道に売れそう。配信とかでファンとか掴みそうだしね。ナイキ合格です。出た、俺こいつ取りたいんだよ、初耳。僕バツですね。バツ。いやもうない。いや俺はこれは取る。これ取らしてくれ。初耳。俺責任取るわ。初耳は売れなかったら頭下げる。どうもこんにちは。お時間ありがとうございます。お願いします。お願いします。なんか真面目そうな本当ですか？男が来たぜ。めっちゃ真面目そうだな。ホスト興味あります？あります。あるんだ。なんであんだ。うちっぽいよね、めっちゃ。いや、皆さんがかっこいいです、単純に。もっと言って。いや、かっこいいです。こちらの媒体ですとか、それこそ皆さんの配信いろんなのに潜ってたんですけど、いや、かっこいいなと思って。ハキハキ喋れるのさ、なんかすごい丁寧そうだから、なんでこんな真面目な男がホストになろうと思ってるの？確かに。なんなの？いや、単純に借金返さないといけないって借金したんかい？はい。こんな真面目そうに見えて何の借金で？お恥ずかしい話なんですけど、2ヶ月前に下腹部包茎治療を受けてみたんですね。そうなんだ。それでそうなんだ。ちょっと手持ちがないもんで長いローン組んで60万だったんですよ。ぼったくられてるよ多分。包茎治療で60万しないから。俺クリニック系してるか分かるけど。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ高い。かわいそうだな。いやでもなんかその先端にヒアルロン酸とか入れられたんですけど、その女性の検査師さんだったんですよ。アップセルされたんだね。検査師さんが入ってこられまして、ゴム手袋つけて僕の下腹部 iPad で撮って、結構余ってますねとか言われて、でちょっと長くかぶってらしたので先端の方が先細りとか言われて
確かに他の方と見比べたらそうだったんですよ。先細りしてたんだ。まあいらんものをなくすっていう意味ではこれも一つのミニマリズムかなと思ったりして。そうだ。いやマジでちょっと普通におもろいよ。初見しかもなんかさ、普通顔立ち結構整って。いやそうですよ。嬉しいです。なんかめっちゃローランドグループ味あるんだよね。でちょっと髪型変えてほしいかなって。僕こんな感じです。かっこいいじゃん。かっこいいっすね。かっこいいかっこいい。てか爽やかな斎藤工さん味あるわ。仕事はさ、なんかその予備校のさ講師で、予備校って高校受験、大学受験？大学でした。ああ、じゃあ結構な学力求められる、結構いい大学行ってたの？そのまあ前自分今一旦一つ目を辞めて、フリーターになってもう一個入って編入してみたいな。前のところがまあとある医学部の医学科にいて辞めて、今が医学部だった？あ、そうでした。で今は？今がなのでちょっと名前が大きいので今のところは伏せたいです。なるほどね。何年生？今3の夏です。あ、じゃあで就活もせずに？そうです、そのつもりです。面白いな。全然あり、全然あり。ただちょっと真面目すぎるのかな。ちょっと砕けて、ちょっとチャラさもないと。タメ口聞きたいね。一回ちょっと。俺に行く？俺に行く？最近どう？いや最近マジで暑すぎるのと海外ロケ多すぎて単純に。ロサンゼルス行ってたもんね。いやそうなんだよ。飯がマジで物価高すぎてパスタ食ったの2人で行ってさ、俺アシスタント行ったんだけどいくらだと思う？それ当ててみ、初見。物価高くて2人でパスタに3200円。3200円？全然3万しかやばくない？俺の高級よりぼったくられてんじゃないか。いやおもろいわ。ありなんじゃない？まあ普通に俺欲しいわ。好きそうっすよね。大好き大好き。俺初見好きだな。俺は正直売れるビジョン見えないです。見えない？ヘルプ要員になると思います。多分面白いだけ、確かにかっこいいけど、なんかそれ以外のものが見えないようなっていう、ただただモテるだけじゃダメだから、大金を使ってもらう、ね、お仕事なわけだから、そう考えた時にまあちょっとなんか足りないかなっていう。めっちゃおもろくない？60万めっちゃぼったくられてさ、ヒアルロン酸入れられてさ、面白いじゃん。俺こいつは取るわ。こいつはちょっと取らしてください。これ今後見て。これこそこう会話しててとっても不快感がある。そうですね。不快感あった？悪気はないと思うんですよ。めちゃめちゃ悪気はないと思うんですけど、本当は思ってないけど綺麗な言葉を使って相手に伝えようみたいな。だからなんか不愉快なんですよね。会話をしてて。ヘルプついてなんかそんな刺さらなそうって感じ？絶対刺さらないです。これヘルプ無理ですね。無理？絶対無理ですね。いや俺結構まず笑わせてくれたし、彼はまあもともとさ普通に頭もいいし、まあ若い層には絶対刺さんないと。若い層は多分彼のやつは分かんないけど、年齢層上だったら結構コアなファンつきそうだなっていう気がする。つかない疲れます。席にいられたら 100% 席にいられたら疲れます。いや俺はハマってた。会長大好きですね。このお笑い芸人の発掘じゃないんで。いやそうだけど、いや俺はこれは絶対に売れると思う。いやそれはない。正直しんどいです。この人数をマネジメントするってなった時に、この子にそこまでは避けない。でこの子がヘルプつくことによって絶対に不快的に思う女の子が多数いるんで、まあ俺は不採用。初見はちょっと取らしてくれ。頼む。初見を取らしてくれ。討論の意味ないやん。最終決定する権利はさあるやろ。俺初見は俺のわがままで取らしてくれよ。視聴者の皆さん、これが今の独裁者です。俺独裁者。俺が初見を取るって言ったらもう初見を取ります。だから一回入った以上初見を可愛がってあげてほしい。自分勝手すぎる。初見を可愛がってくれ。毎日来てこれで初見すぐ飛んだりとかしたら俺マジで家まで鬼詰めしに行こうかな。お前この空気になってお前取ったんだぞって言いたいわ。増田さんです。次アパレルの子ね。アパレルの子。これこそ別に落とす理由がない。まあ顔立ちよかったね。この子こそちゃんと磨いたら売れさせられるラインまでの素質がある。初見はないです。次出たギラギラのめっちゃ金持ちの丸？うわ丸なんだ。今別に不自由なく幸せに暮らせるお金を持ってて、あえてこの業界に足を踏み入れると。だからお金じゃないんですよ。何か成したいんですよね。そういうやつはやっぱり強い。姫側が押し上げたいって思わないかもしれないです。どういう気持ちでお金を使うのかっていう。
分かんないけど、まあ彼がそんだけの花があるんだったらいいけど、別に俺ら別に誰彼の承認欲求満たす娯楽施設じゃねえから、ってなった時になんか普通にホストとしての魅力とかが彼にあるのかっていう観点で見るべきだと思うんです。お金どうこうとかフラットな面でね、売れますかっていう話。初見。いや、あれは売れるよ。だからこれは売れないよ。いや、もちろん俺売れないやつを入れないから。俺は売れると思って押してるし、彼は売れないと思って俺は罰。だからもしほんまに売れた先のことを考えたら、他の人間が売れた時のことよりもこの子が売れた時の方がグループに利益はありますよ多分、経営者もやったことあるし、コンサルもやったことあるし、教育も絶対できるはずだし、コーチングもできるから、彼が売れるのと他のオーディション生が売れるのとでは後々に出てくる利益の幅が全然違うと思うんですよ。そういう観点もある。面白いね、着眼点で。確かにそれはユナの意見が正しい気がしてきたわ。一理あるなっていうユナさんが言ってるやつは、まあじゃあまあちょっとその大阪だと絶対取るもん。理論にかけてみるわ。次は星見、彼いいよね。いやいや、もうこれはもう今回のオーディション1のスターですよ。いや、星見くんめっちゃ良かったよね。よかった。でもまあ良かったんだけど、よかった。もうそもそもこの子こそ売れてしっかり数字作って幹部になるような素質を持ってる子ですね。この子はね、すごくね。こいつガンバいたんだよな。それ言ったわ。それ言った。打ち合わせレストですって言ってましたよ。そこ引っかかんだよな。落とす？いや大阪やから。大阪。俺はマジで自信ある。結構押すね。半年で1000は売らされる自信ある。半年で1000。僕の中で。まあでも分かる。俺らも丸だからもちろん採用は採用で。あ、出た。あ、この子どうだったか俺気になるね。孫君。最高。孫君いいよね。あ、やっぱいいよね。東京がいらないなら大阪が欲しいです。いや、欲しい欲しい。こっちも東京欲しいよな。あれはさ、個性が光ってた。失礼します。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。でもなんか普通と雰囲気あるんだよね。いや、そうですね。本当ですか。あれなんかかっこいいと思うよ。いや中国の方ですか？そうです。はい。あ、そうなんだ。ニハオニハオ。ニハ生まれが中国？そうです。生まれが中国です。ああ、じゃあもう逆に日本語の方が苦手ぐらい？いや、日本語と中国同じぐらいでいいです。ああ、じゃあネイティブなんだ。はい。じゃあ全然わかんないけど、中国語あんまり理解できないけど、中国語でさ、ちょっと自己 PR さ、1分ぐらいでしてみてもらっていいですか？ 1分ですか？1分でいいよ。1分でまとめられないぐらいの魅力があるってことは、今のリアクションは。正直あります。あ、本当？じゃあいいよ。1分でちょっと。はい。大家你好，我叫孙，我今年是21岁，我现在是大学生，大学现在是休学，我的大学是北京的大学，所以我这次给你们来就是想干牛郎，这个是对我来说就是一个可荣幸事。然后我以后想的，我有一个梦想，这个梦想我想现实，所以我这次来这个 Roland Group に我过来的，所以要是有一个机会的话给我一下我就幸福了，谢谢。なるほどね。あ、じゃあでもさ、結構来るもんね、海外顧客はさ。だから対応できると思うよ。いや、面白いね。ちょっと気になりますね。なんかさ、ちょっと見てみたいな、彼の成長っていうのは。うち最後だってどうするの？うち来るの？はい、もちろんです。ちょっと迷った今のまあ何？お店側としては本当にどれぐらいなんて言うんでしょう、期待してくださってるかどうかでそれに応えたいと思ってて、要はそのローランドさんとかが、お店の方がもう僕のそのポテンシャルをなんか評価してくださったら自分もそれに応えたいな。期待しなきゃ採用しないですよ。まあ期待しなきゃ採用しないけど、でもそのさ、同期の中の優劣はもちろんあると思うし、ってなった時に一番押されなかったらやりませんとかだったら正直売れねえと思うし、大前提メディアでプッシュする枠は自分で掴み取ってくださいよっていう、で大ですって挙手して出すとかじゃないよ。いいの大丈夫？はい、もちろんです。自分が今回そのこそオーディションとして出たいなと思った理由はやっぱりこれを活かしたい。で、自分の中でやっぱり考えてるのが中国のエッセンスを使って、自分の中でも中国人を収穫できる。やっぱりこれからやっぱりインバウンドの大きいと思ってます。その確証でその先駆者になるのは自分だと思ってます。
まあ確かにねいないからね、まあもちろんそれはちょっと面白いかなとは思うし、実際にそういう中国からのお客様って、結構来てくださるのね。そこで第一人者になったら独占市場を取れる可能性は正直ある。なんでホストになりたいか聞いていいですか？そうです。行った時に貧富の差が激しいところで、その中国のその正直どんなに努力してもに入れない方もやっぱりいて、100点取っても入れない状況もあって、なんですけど、それと一方、めちゃめちゃ富裕層の方が富裕層のそのボンボンのお金持ちのそのお子さんだったりとかがそのめっちゃ高級車に乗って投稿するんですよ。この状況をいろいろ自分も1年間見ていろいろ学んで、世界のちょっとあり方をやっぱり新しく捉え直して人生かけてやりたいなと思うことができた。もちろんその自分がやりたいことっていうのは本当に自分のためだけじゃないことだと思ってて、自分と同じような方たちをなんていうんでしょう、助けたいなって。ちょっと気になりますね。撮りたいな。彼がどうなっていくのかちょっと見てみたいです。見たいよね。現状その中国からの顧客も多いですから、そこにめがけてマーケットを専門でやるホストがいたとしたら独占して取れる気がする。でなんかうちに秘める階級社会へのなんかこう不満っていうような情熱的なタイプではないけど、うちに秘める情熱あるんじゃないかなっていう。目を引くさ、なんか個性が果たしてプラスにいくのかマイナスになるのか分かんないよ。でも確実に何かしらのエフェクトを与えられるなっていう。なんか先を見てみたいなと思いました。この子一緒。この子がどういう成長するのかっていうのを見てみたいな。たださ、俺らの懸念事項としては同僚とうまくやれますかっていう。レクリエーションとか、いや僕不参加でって言いそうじゃない？一応僕聞いたんですよ、最後らへんになんか、人間関係さ、円滑にコミュニケーションを取れるタイプ。苦手だね。同年代の子とはあまり話が合わないかもしれないです。理不尽かどうかわかんないけど、やっぱその違うなと思うことがあったり、外から見て想像してたものとちょっと違うかったりすると思うんだ。それに順応することも大事なんだよ、意外と。俺が言うのもあれなんですけど、だからそれができるかな。もし自分のことをほぼボスとしての、要は職業としてはほぼペイペイの人をそれでも別の形で少しでもこいつはすごいわって少しでも思ってくださっているのであれば、自分も相手の話をしっかり聞きますし、僕のことをあまりすごいと思わないのであれば、自分もその相手の話を聞く、その話っていうのは自分にとってためになる話だとは思わないので、少しでも自由を見出してくださっているのであればそれに答えたいと思います。かっこいいですね。かっこいいな、なんかいい。ありがとうございますいいね、笑顔がいいよ。ありがとうございました。笑ってる方がいいね。そこだけちょっと引っかかったんですけど、でも要は洗い物とかのあれって賞味雑用やから、もうあれやってあれやってってなるじゃないですか。そういうのはいけんのかなみたいな。確かにね、確かにその辺のプライドの高さはめっちゃ高いと思うんですよ、プライド。ロマネとかでなんかめっちゃさ仲良くなって2人でカフェとか行ってそうじゃない？一周回って。そこはなんか見えない。でも俺はなんかすごいしっかり上司として尊敬勝ち得たらうまくそうだね、なんか手なずけるのがドーベルマンみたいな感じよ。わかる？懐いたらめっちゃ楽しいけど、もうさ外敵来た時めっちゃ噛みつくじゃん。だからもうなんか孫君もだからもうドーベルマンよね。犬の耳。なんか本当下手したら今日一っていうか、このオーディションの最高傑作にもなりうるし、めちゃめちゃ店の中の不協和音にもなりかねない、なんかそういうギャンブル枠だけど0-100ですかね。0-100、まさしく。いやでもこれをマジでいいですね。東京がいらないのでマジでオフ欲しいです。いや東京いるって。めっちゃいります。本店の顔になるかもしれないね。今回レベル高かった気がするよ。クオリティ的には俺下手したら過去一で打率的に言ったら高いかもしれない。いいよね。なんかいや昨日はやべえかなって思ったんですけど、終えてちゃんと見たら良かったですね。いいよね。いいっす、めちゃめちゃ。今回のうち
初ミッションいやないから初見を売れさせてマジで全員謝らせたい